2026年4月、東京警視庁が明らかにした事実は、あまりにも衝撃的だった。東京のど真ん中で、たった1年間に、2847人が同じ手口によって騙されていた。被害総額は485億円。1人当たりの平均損失は、1710万円に上る。これは映画の話ではない。2025年3月から2026年2月にかけて、新宿駅のすぐそばで、実際に起きていた出来事だ。摘発されたのは、架空の金融会社5社を拠点に活動していた大規模詐欺組織だった。表向きは正規の投資会社を装っていた。オフィスには受付スタッフがいた。立派なパンフレットも用意されていた。しかし、その実態は、精巧に設計された詐欺の舞台装置に過ぎなかった。捜査の過程で明らかになったのは、単なる金銭被害だけではない。この事件には、もっと深い闇が存在していた。被害者たちの多くは、損失を認識した後も、警察に届け出ることができなかった。なぜか、組織は、被害者の心理を巧みに操り、さらなる追加投資を続けさせていたのだ。もう少しで取り戻せる、という言葉で、何度も引き止められた人たちがいる。周囲に知られたくない、という羞恥心を利用された人たちがいる。そうして被害は、静かに、確実に、膨らみ続けた。組織員は34名。その中でも中枢を担う幹部3名の身元は、被害者たちの口座追跡によって、ついに暴かれた。では、騙された2847人は、一体どんな人々だったのか。彼らは一体、どのような日常を送っていたのか。次は、被害者たちのリアルな生活と、その入り口となった最初の接触の瞬間に迫る。彼らは、どこにでもいる普通の人々だった。毎朝、満員電車に揺られて職場へ向かう。昼休みにコンビニで弁当を買い、夜は疲れた体を引きずって家に帰る。そんな、ごくありふれた生活を送っていた人たちだ。2847人の被害者の中には、30代の会社員もいた。40代の主婦もいた。定年を迎えたばかりの60代の男性もいた。共通点は一つ、将来への不安を、どこかに抱えていたということだ。老後の資金が心配だった。子供の教育費をどう工面するか悩んでいた。給料は上がらないのに、物価だけが上がり続ける日常に、焦りを感じていた。そんな彼らのもとに、ある日、一通のメッセージが届いた。資産運用に興味はありませんか？送り主は、新宿に実在するオフィスを構えた。いかにも信頼できそうな金融会社だった。ウェブサイトは洗練されていた。担当者の言葉は丁寧で、知識豊富に見えた。怪しいと感じさせる要素が何一つなかった。最初の面談は、新宿駅から歩いてすぐのビルで行われた。清潔感のある会議室。スーツ姿の担当者。壁には実績を示すグラフが貼られていた。これは本物だ。と、誰もがそう思った。しかし、その日の朝、彼らはまだ何も知らなかった。いつもと変わらない朝食をとり、いつもと変わらない服を着て、いつもと変わらない一日が始まると、信じて疑わなかった。その、普通の朝、が、すべての始まりだった。では、最初の接触は、具体的にどのような形で行われたのか。最初の接触は、ごく自然な形で始まった。2025年3月、新宿駅の周辺に、5つの、金融コンサルティング会社、が相次いでオフィスを構えた。看板は洗練されていた。受付には笑顔のスタッフが立っていた。パンフレットは高級紙に印刷されていた。どれも、本物に見えた。最初の被害者たちは、SNS を通じて接触を受けた。安定した資産運用のご提案。という文面、怪しさはなかった。むしろ、丁寧で誠実な印象すら与えた。担当者はせかさなかった。最初の面談では、投資を勧めすらしなかった。ただ、話を聞いた。生活の不安を聞いた。老後の心配を聞いた。そして、あなたの状況に合った方法があります。と、静かに言った。信頼は、少しずつ積み重なっていった。2回目の面談では、少額の、お試し運用、を提案された。1週間後、確かに利益が出た。画面の数字が増えていた。それは演出だった。しかし、誰もそうは思わなかった。3回目の面談で、金額は大きくなった。こうして、2847人が同じ道を歩んだ。平均して1人当たり1710万円を失う。その道を、被害者の多くは、
損失に気づいても、すぐには動けなかった。もう少し待てば戻る。という言葉を何度も信じた。それは偶然ではなかった。組織は意図的に、そう思わせていた。心理的な支配が、静かに、しかし確実に行われていた。1年間、誰も気づかなかった。いや、正確には、気づいた者がいた。2026年2月、一人の被害者が警察の扉を叩いた。それが、捜査の始まりとなった。2026年2月、一人の被害者が、警察の扉を叩いた。その人物は、都内在住の50代の男性だった。1年以上にわたり、新宿の投資会社に通い続けた。失ったのは、2200万円。老後のために積み立てた全財産に近い額だった。最初は、自分を責めた、騙された、と認めることができなかった。しかし2026年2月、ついに決意した。警視庁に向かい、すべてを話した。これが、捜査の始まりだった。警視庁捜査2課は、この一件の告訴状を受理した直後から、動き始めた。被害者の証言をもとに、まず問題の会社の登記情報を洗い出した。新宿駅周辺に点在する5つの金融会社、どれも正規の金融庁登録を持たない、実体のない幽霊会社だった。捜査員たちは慎重に動いた。組織が察知すれば証拠は消える。資金は散る。だから表向きは何もなかったかのように振る舞いながら内側から糸を手繰り寄せた。被害者の口座記録、振込履歴、そして通話記録、一つ一つの証拠が組織の輪郭を浮かび上がらせていった。そして最初の突破口が開いた。資金の流れを追う中で一人の男の名前が浮かんだ。組織の末端ではない、中枢に近い幹部級の人物だった。彼の口座には数億円規模の不審な入金履歴があった。しかし彼には完璧なアリバイがあった。完璧なアリバイ。その言葉が捜査員たちの前に立ちはだかった。男の名前は田村幸雄、42歳。表向きは都内で小さな不動産コンサルタント会社を経営していた。口座に流れ込んだ不審な入金は総額で3億円を超えていた。しかし田村は涼しい顔で言い放った。その期間、私はずっと大阪にいました。と、実際、彼の手元には証拠が揃っていた。ホテルのチェックイン記録、領収書、そして複数の人間による証言。2025年3月から翌年2月にかけての被害発生期間中、彼は東京にいなかった。という体裁が、丁寧に、あまりにも丁寧に整えられていた。捜査員たちは一時、壁にぶつかった。だが、ここで重要なことがある。この詐欺組織が2847人もの被害者を生み出せた理由は、手口の巧妙さだけではなかった。組織が最も恐れていたのは、証拠ではなく、証言だった。被害者たちは、損失を認めることへの羞恥心から、警察への届け出を躊躇した。その心理を、組織は徹底的に利用していた。追加投資を促す言葉は、常に被害者自身の判断として演出されていた。捜査本部が気づいたのは、まさにその点だった。田村のアリバイは完璧に見えた。しかし、完璧すぎるアリバイには、必ず、設計者がいる。誰かが、この筋書きを書いた。その視点から、捜査員たちは証拠を見直し始めた。すると、ある通話記録の中に、小さな、しかし致命的な、ズレが浮かび上がってきた。その、ズレは、小さかった。見逃せば、それだけだった。しかし、捜査員の一人が、その通話記録を3度見直したとき、確信に変わった。田村の、アリビを支えていた証人は、3人いた。全員が、同じ時刻に、同じ場所で田村を見たと証言していた。だが、その、同じ時刻、が問題だった。3人の証言は、あまりにも一致しすぎていた。人間の記憶とは、本来、ばらつくものだ。時刻の認識は、人によって数分から10分、ずれるのが自然だ。しかし、3人は全員、午後7時15分、と答えていた。1分の誤差もなく、捜査本部は、静かに確信した。この証言は、作られている。次に焦点を当てたのは、被害者たちの記録だった。2847名の被害者のうち、捜査員たちは特定の131名に注目した。この人たちには、
ある共通点があった。損失を出した後、黙って追加投資をしていた。家族にも友人にも何も言わずに、なぜ沈黙したのか。その答えは組織が送り続けたある文書の中にあった。投資契約書とは別に、被害者たちは1枚の誓約書にサインさせられていた。内容はシンプルだった。本件に関する情報を第三者に開示しない。法的な拘束力など本来はない。しかし、人は一度サインした紙を簡単には裏切れない。組織はその真理を正確に計算していた。そして今、その文書の筆跡が田村以外の人物を指していた。設計者は別にいる。捜査の視線は静かに次の人物へと向き始めた。その人物の名前は捜査資料の中に最初から存在していた。ただ、誰もそこに注目していなかった。田村の影に完全に隠れる形で2人目の容疑者、氏名、桐島誠、42歳。表向きの肩書きはファイナンシャルアドバイザー。しかし実態は組織の中で最も重要な役割を担っていた人物だった。桐島の仕事はシンプルだ。被害者と組織をつなぐこと。ただの橋渡し役ではない。被害者一人一人の心理状態を把握し、最適なタイミングで次の投資話を持ち込む。その精度は異常なほど高かった。捜査記録によれば、桐島が接触した被害者の実に9割以上が2回目の投資に応じている。1度目の損失を被害者自身が隠すように仕向けた。恥ずかしい。誰にも言えない。取り戻せば全てが丸く収まる。桐島はその感情を正確に読んでいた。そして傷口に静かに手を差し伸べた。大丈夫です。次で必ず取り返せます。その一言が被害者たちをさらに深みへと引きずり込んだ。桐島と被害者との通話記録は総計で4000時間を超えていた。一人の人間がこれほどの数の被害者とこれほどの時間をかけて関係を築いていた。それはもはや詐欺という言葉では足りない。組織的な心理支配だった。しかし、ここで一つの疑問が浮かぶ。桐島はなぜそこまで被害者の心理を熟知していたのか。捜査員たちが桐島の過去を掘り下げたとき、驚くべき事実が浮かび上がった。この物語はまだ終わらない。そして次に明らかになる事実こそが、この事件の核心を根底から揺るがすことになる。桐島の過去、捜査員たちは、その記録を一枚一枚めくっていった。そこに現れたのは、誰もが予想しなかった経歴だった。桐島はかつて、正規の証券会社に勤めていた。しかも、顧客心理の分析を専門とする部署に、5年間在籍していたのだ。損失を抱えた投資家が、なぜ追加投資をやめられないのか、その心理的メカニズムを、彼は会社のために研究していた。だが、その知識はやがて別の目的のために使われることになる。桐島は2025年、組織の中核に加わった。彼が担ったのは、単なる勧誘ではなかった。被害者一人一人の性格、資産状況、家族構成、それらを緻密に分析し、最も効果的な落とし方を設計する役割だった。組織内では、彼の手法を、プロファイル投資と呼んでいた。被害者を投資家として扱うのではなく、心理的に制御すべき対象として分類していたのだ。警視庁が押収したデータの中に、衝撃的なファイルが存在した。2847人分の心理分析シートだ。そこには、各被害者の弱点と追加投資を引き出すための最適なタイミングが冷酷に記録されていた。これはもはや詐欺ではない。人間を数字として扱うシステムだった。捜査員の一人は後に、こう証言している。これほど組織的に人の心を管理した事件は、過去に見たことがない。と、そして2026年4月、ついに確信に触れる瞬間が訪れる。桐島が残した、ある一つの記録。それが、この事件のすべての答えを握っていた。桐島が残した記録。それは、暗号化されたデータの奥深くに眠っていた。捜査員たちが解析に費やした時間は、実に3週間に及んだ。そして2026年4月23日、警視庁は、正式にこの事件の全容を公表した。2025年3月から2026年2月までの1年間、新宿駅周辺に設けられた5つの偽の金融会社を通じて、
2847名の被害者が騙された。失われた総額は485億円。1人当たり平均1710万円。その数字が静かに読み上げられた。組織員34名のうち、主犯格3名を含む全員が逮捕された。表向きは合法的な投資会社。しかしその実態は、人の心を精密に操るための機械だった。霧島の記録が明らかにしたのは、単なる犯罪の手順ではなかった。被害者一人一人の感情の動き、信頼が生まれた瞬間、疑念が芽生えた瞬間、そして追加投資へと踏み切らせるための最適な言葉と沈黙の使い方、すべてが冷徹なデータとして記録されていた。捜査を指揮した警視庁の担当官は、会見でこう述べた。今回明らかになったのは、詐欺という言葉では語りきれない何かだ。と、事件は法的には終結した。しかし、被害者たちの日常が戻ることはない。失われた485億円の大半は、未だ回収されていない。そして霧島の記録には、もう一つの名前が存在していた。組織の外にいた、ある人物の名前。捜査は、静かに次の扉を開こうとしている。霧島は、2026年4月現在、東京拘置所に収監されている。起訴状には、詐欺、組織犯罪処罰法違反、マネーロンダリングの3つの罪状が記されている。他の幹部2名も同様だ。しかし、485億円の行方は、未だ闇の中にある。被害者2847人のうち、損失を取り戻せた者は一人もいない。中には、老後の全財産を失った高齢者もいる。家族を養うための資金を溶かした親もいた。損失を隠したまま、さらに金をつぎ込み続けた者もいた。詐欺師が最も恐れるのは、警察ではない。被害者が気づくことだ。そして今、捜査は次の名前を追っている。組織の外にいた、もう一人の人物。その正体が明かされるとき、この事件は新たな章を迎える。あなたの周りにも、同じ手口は存在するかもしれない。知ることが、唯一の盾になる。